ほい、どうもこんです。ということで今回はこちらの秀継コンボを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、マジックコンのスタンダードカップにおいて5勝2敗でトップ8に入賞していたものですね。ローテーション前の環境末期に久々にこのコンボデッキが活躍していたので、今回はこちらをピックアップしてみました。以前秀継が出た時にデッキ紹介をしているのですが、秀継と爆発的得意性の即死20点コンボを内蔵したデッキですね。カルロ不定によって押し出し引き抜きが入ったことでかなり強化されていて、引き抜きで秀継コンボを決めたり、引き抜きをデッキトップに置いて8点を入れながらもう一回秀継コンボを狙ったりと、以前のものと比べて多角的に攻めることができるようになっています。また、秀継を3歩先でコピーして自発的にコンボを狙うこともでき、いろんなパターンでコンボを目指すことができますね。この形の秀継コンボは日本においては地域チャンピオンシップ予選において活躍していた時期もあって、実は競技でしっかりと結果を残しているデッキになっています。ローテーションで死体鑑定士と爆発的得意性はスタン落ちしてしまうのですが、赤が入っていない青黒型も競技で結果を残しているので、今から組んでみるのも面白いかなと思います。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、残り6点。手札が何も出せないですね。これはさすがに負けですね。GG。相手シミッククッキーということで、除去はちょっと増やしていきたい、感じはありますね。全除去も入れておきますか。即死コンボを狙うというよりはどっちかというと、ミッドレンジで勝っていく形になっていきそうかなと。即死がなくても、多元宇宙とかから一気にね、勝つことはできますね。さあ、1本目負けて2試合目。はい、キープしていきましょう。またちょっと、色はね、不安があるハンドではありますが、コウモリ連打から、相手の動きを阻害しつつ、コンボを狙っていく、形でいいかなと。これはクッキーかな。相手の2ターン目の動きを防ぐことによって、テンポをね、取っていくことはできますね。さあ、3マナ目引いてくる。カウンター構えるよりも、ここはコウモリで。おっと、ただ舗装2枚目がある。本当はね、この3ターン目の動きを封じたかったんですが、舗装2枚目を引かれていたため、これはしょうがないですね。さあ、ここは舗装を出してくる。一旦カウンターと、除去を構えていく形になりますね。王子を出してきたら、どうだろうね。カウンター使うか使わないか、結構悩ましい気もしますが。さあ、戦闘前ステップまで。痛烈な質問がソーサリーなので、王子をカウンターしたいかどうかですね。除去ってもいい気はしますね。その王子はマイナスから入った場合はもうコウモリで落とせて、で、プラスから入った場合は、特に盤面にね、影響はないということで。さあ、王子を出してくるのかどうか。はい。多分相手プラスから入らざるを得ないですね。2ドローして、2ディスカード。2枚ルーティング自体は強いんですが、2ターンされるだけなので。さあ、5マナ目引いてくる。これは一旦、秀継出していきましょう。ただ弱い。一応、キナンだけトップかな。相手の動きによってはキナンも打っていっていい気はしますね。できればね、でかいスペルを引いていきたかった感じはありますが、これはしょうがない。さあ、このターンは無防衛ではありますが、ワーム。ワームから一応、痛烈な質問でコウモリを倒すことはできますね。コウモリ倒して星を出してくるか。さて、ただ王子は、即落とすことができる状態にはなりましたね。さて、王子プラスで、
2ドロー1ディスカード。まあなんだかんだね、4マナのプレーンズウォーカーなんで、さすがに生き残ると、めちゃくちゃ強いですね。そういえばこの王子のね、コピー能力を使って、この前、突然、18点パンチされましたね。さあ、ということで、とりあえず、王子は倒していきましょう。まあ、このターンは一旦、3歩先を構えていく形でいいかなと。まあ、保証がね、ちょっと生き残ってしまうので、ちょっとめんどくさい感じではありますが、まあ、あとは3歩先で、このトップのね、土地を捨てていきたいですね。セイレーンは、まあ、さすがにカウンターはしたくないと。まあ、2枚目の王子とか、キャストしてくれるとありがたいですが、さあ、ここはセイレーンに使ってくる。なるほど。さあ、4マナある状態。これはもうなんか地図トークンを全部使ってきそうですね。さあ、ここも土地。からの保証。これはまあカウンターしていきましょう。カウンタープラス、2ドロー、1ディスカード。さあ、何が引けるか。お、引き抜きいいですね。まあ現状クリーチャーはいないんですが、まあ次のターン、秀次と帰り、相打ちさせて、で、引き抜き使っていくのもいいかなと。まあこのターンは別に通していいでしょう。さあ、ここ土地を引いてくる。まあ置いていいか。このターンは一旦、そのままターンを渡していきましょう。さて、まあ2段階でかくなってしまうと、相打ちがね、取れなくなっていくので、まあ1段階に留めてもらえるとありがたいですが、さあ1回目は土地。まあ4号まで、育てて、はい、強いですね。うん。これで次のターン、5-4アタックまで確定と。とりあえずここは、相打ちしていきましょう。まあただ、避難の道が意外と刺さる、展開になっていきそうですね。さあトップは、まあこれは運ゲーなので、しょうがないですね。お、そして秀次を引く。これはまあ引き抜きよりも秀次素出しの方がいいですね。さあ素出ししてからまあ何を引けるかで考えていきましょう。まあ相手おそらく 5-4 にして殴ってくると思うので、トップは打ちたいカードですね。まあ、避難置いてもいいかな。避難置いて、相手のクリーチャーを全部除去っていく。かな。ということで、避難と土地を戻していくと。まあ、さすがに、相手エンチャントつけて殴ってくると思われるので、さあ、ただ相手止まっている。うん。さあ、ミレックスから、まあ、相手のハンドは全部見えている状態ですね。はい。食物トークンを 5-4 にして、まあ、おそらく殴ってくるでしょう。まあ、一旦避難の道を、もう打ちたい状況なので、コウモリもブロッカーまで回していいですね。さあ、2体ともブロックして、まあ、どっちにしろね、その、避難の道を打っていくので、まあ、相手の能力も誘発していくんですが、こちらの方が解決が先ですね。さあ、とりあえずクリーチャーは一掃していきましょう。からの、おー、強い。街灯。発見3で、まあ、これは、大当たりですね。まあ、一旦、引き抜きいきますかね。まあ、引き抜きでその秀次を釣った場合、まあ、そのままね、ターン終了時に秀次が死んでいくので、ただ、悩ましいか。5、6、8点は入るんですけど、まあ、一旦鑑定士からの方が安定ではありますね。
なるほど。これどっちかというと秀次を墓地に落としたいか。さあ、ドレッドを出して、ターンを渡していきましょう。次のターン引き抜きで、まあ、秀次2体釣りとかもできますね。即誘発をさせていく。さあ、ただ、アガサを引かれていく。これはだいぶきつくなりますね。まあ、ただ一応秀次が2体いるので、さあ、残り20点までなんですが、アガサを使ってくれるとね、ありがたいんですけど、まあ、さすがに使わないですね。さて、どうするか。まあ、一旦避難は打っていきますが、さあ、スタックでクッキーは3点ゲーに帰っていく。まあ、ただなんとかいける気はしますね。7、8、9点通って残り7点。で、アガサで追放されても引き抜きで、まあ何かは抜けるので、さあ残り7点まで。これ同様と、じじ。まあサイド後、あれですね、ちょっとカウンターしたいスペル増えてそうなんで、3歩先、2枚にしておきましょう。さあ1勝1敗で3試合目。まあちょっと不安要素はあるハンドではありますが、後手なので、まあキープしていきますか。まあ交互に除去を使わせてから鑑定士っていう流れが一番いいんですが、さあただ鑑定士3枚目。まあただ相手ミレックススタートということで、ちょっとまあ土地事情は厳しそうな感じではありますが、まあただ相手土地を置いてから地図トークンを使ってきましたね。さあここで島を引いていく。お、さあそして3マナ目引きましたね。これはだいぶでかい。さあコウモリから、これはまあ痛烈な質問かな。痛烈な、いや、保証か。保証を抜いて、次のターン痛烈な質問を打たせるっていう展開が多分いいですね。打たせてから、こっち死体鑑定士の能力を使っていきたいので、まあ、コウモリを除去らせるっていう感じですね。まあ、相手はスクーナー戦プラス、除去を打ってくると。まあ、相手にその使わせたいスペルを残しておくっていうのは結構ね、大事ですね。さあ、そして、4マナ目も引いてくる。さあ、鑑定士から。これは、秀次がもらっていきますか。5枚目の土地はまあおそらく、鑑定士2枚目で持ってくれると思うので。さて。まあ、スクーナ戦。ただ、セイレーンに乗ってくる。なるほど。さあ、トップはクッキー。クッキーは乗せてきそう。お、墓地に落とす。なるほど。さあ、相手4マナある状況ですが、手札を光らせてるので、まあ、もう1枚除去を引いてる可能性は全然ありますね。さあ、保証から。まあ、ただ相手結構展開が強いので、まあ、なんとかしていく必要はありますが、大田原強いですね。一旦ドレッド出すんですけど、相手はドレッドに対して一旦大田原を使ってくる可能性は全然ありそうですね。このターンバウンスされてしまうと、鑑定士、いや結構きついですね。6、7、8。まあ4マナ使うことを考えると5点か。まあ使ってきますね。さてこうなると、6点か。ライフ結
構きついですが、結構というか本当だいぶやばい。しかも相手、ここでミスラランド引いてきたんで、残り9点。秀次出しそうですね。秀次出して、ワンチャン狙うしかなさそうかな。まあ多元宇宙と、トーチですね。次のターンは相打ち取って、多元宇宙をトップから唱えていく。2体ブロックできて、まあこのターンに死ぬことはおそらくないので、まあ多元宇宙次第ではっていう感じですね。うん。まあ、再鑑定士もチャンプしないといけないかな。お、なるほど。これはまあ、普通に相打ちしていきましょう。まあ、多分ね、ミスラランドで、秀次を33にされる方が嫌な感じはありましたね。カウンターを入れてきてるのか、どうか。この止まり方はさすがにカウンターっぽいですね。おー、なんかすごいの入ってる。プライチカウンター乗せて、パワー分払わないとカウンターってやつですね。さて、これは引き抜きいくしかないか。4で出して、鑑定士か、引き抜きでワンパンを狙うか。どっちかかな。ドレッドを出す余裕はさすがにないんで、いや、引き抜きの方が勝てる可能性高いかな。鑑定士より多分こっちの方がいい気はする。さあ、2体リアニメートから、まあ、秀次のドロー次第では、全然、何でもあり得る。お、なるほど。これは死人に口なしをトップに置いていきますか。これでまあ、秀次が死んだ時に、相手のクリーチャーもね、全部死んでいくので、さて、で、フルパンするしかない状況ですね。まあ一応コウモリも殴っていきましょう。まあワンチャン相手がこれスルーしてくれたら、11点入っていくんですが、まあさすがにブロックはしますね。お。まあコウモリはさすがにお。これは勝ちましたね。はい。終了ステップに秀次が死んで、トップから5点。まあコウモリブロックされなかったのはラッキーではありましたが、まあこういう動きをするデッキですね。GG。さあやっていきます。こちら先手。うん。これはまあバランスがいいハンドですね。2ターン目コウモリから入って、まあ除去られたら死体鑑定士。さあまずはコウモリ行きましょう。相手は青白土地。エスパーですね。一応カッパかなこれは。まあ相手も結構バランスがいいハンドということで、なかなか厳しい戦いになっていきそうな感じではありますが、で、このターン3歩先を構えられないっていうのも、まあちょっとあれですね。まあ黒幕に対して除去は使っていきそうな感じではあるかなと。さあ一旦黒幕を対処していく。さあ3マナ目引かれる。うん。さあこれで相手は、カッパを構えることができると。うん。まあ、構えるか、まあもしくはカッパを使わせるかですが、まあさすがにカッパ使わせたいかな。秀次をね、通したいんで、まあこの見えてるカッパは、はい、使わせていく必要がありますね。
さて。はい。まあ、反動見られてはいくんですが、秀次が2枚あるため、まあ多分3歩先を抜いてくるんじゃないかなと。ただ、土地引かず。このターン出したかったですね。まあ、打ちますか。さて、できれば次のターンには5番の目を引いていきたいですが、はい。このターンはね、カウンターある可能性もあるんですが、まあ出していきましょう。あとは、秀次のその能力スタックで除去られると、黒幕、はい。まあ、ワンドローはされますが、おこれ、確定演出ですかね。相手が除去を打ってきた場合は、即死ですね。まあ、これが秀次コンボの怖いところ。除去を打ちたくないんですよね。さあ、殴っていきましょう。まあ、のど首があるんで、これはもう勝ち確ですね。のど首もカウンターもあるということで。はい。除去打ってくるんですが、トップから10点飛んで、さらに10点を入れていくと。いやー、これが秀次コンボですね。GG。最低、エスパーということで、赤術の連射は入れて、まあ入れたいカードは結構ありますね。まあ、なんていうか、1試合目は即死コンボで勝ったんですけど、まあただ即死コンボを狙うというよりは、邪魔をしながら、戦っていく形になるので、爆発的得意性は抜いていきそうな気はしますね。さあ、2枚抜いて、まあ、これでいきますか。さあ、1試合目勝って2試合目。ちょっと重たいハンドですが、いや、結構微妙ですね。青マナが引ければ、まあ、脅迫から3歩先までいけるということで、お、ザンダー引いてくる。まあ、一旦脅迫から、3ターン目3歩先まではいけますね。どっちも嫌ですが、まあ、特目でいいか。まあ、ただここで、はい、コウモリで手札を確認されていくので、まあ、3歩先が抜かれていくでしょう。まあ、この後はもう、トップ次第ですね。まあ、相手もそんなに速いハンドではないので、まあ、なんとかなっていくのではないかなと。はい。まあ、秀次出していくんですけど、黒幕がいるため、まあ、相手にもね、ワンドローされてしまうのは、まあ、しょうがない形ではありますね。コウモリ。まあ、大勝ち構えるより、ここはコウモリを出していった方がいいかなと。まあ、カッパーとかあるならそれこそ使わせたいですし、さあ、コウモリ通っていく。除去は持ってると。カッパありますね。カッパあるんか。カッパあると、まあ、秀次出すことができないため、お、長い別れは、まあ、このターン構えるカードとしては、偉いですね。さて、まあちょっと動きづらいターンは続きますが、さあ3点通って残り9点。で、相手もこれ当然構えてくるので、まあ一旦3歩先をもらっていきましょう。さあ、カウンターできない長い別れを打って、3歩先をゲットしていく。まあ一旦耐えのターンですね。まあ相手も動くことはできないので、まあなんとか秀次、素出しをね、できるターンまで耐えていきたい感じではありますが。のど首。のど首は悪くない。まあこれで相手のクロックがね、なくなっていくんで、相手も動かざるを得なくなりますね。さあ、のど首打っ
っていく。まあ、相手はカウンターを構えたいはずなので、まあそのまま避けられてはいくとは思いますが。お、否認使ってくる。なるほど。正直これ3歩先打ってもいいですけどね。クロック残されるのがかなり嫌な場面なので、まあカウンターを使うなら使ってくださいという感じではありますね。さあ、ここを使ってくる。なるほど。まあこれは秀次出していきましょう。うん。まあ土地が引けたらね、多元宇宙でもよかったんですが、ここは一旦秀次出していくしかないかなと。で、秀次で土地が引けたらコウモリが出していけるんで、さあ、はい、土地を引いてくる。除去もありますね。まあトップは多元宇宙置いていきたいですね。まあ一応2枚ともスペルを置いていきましょう。まあワンドローはされてはいくんですが、コウモリで、相手の手札もね、確認しながら、まあアクロザズを抜いていきたいと。カウンター2枚か。まあたださすがにアクロザズかな。うん。まあ相手、そのカッパがあるんで、除去ってから多元宇宙、はい。まあスペルをカウンターとかまでいけるんですが、これはどうするか。まあ、ヒゲツグは殴っても良さそう。うん。さあ、一旦スルーして残り18点まで。まあ、一旦ここはターンを渡していくしかないですね。さあ、能力起動。まあ、苦々しい勝利使っていきましょう。ライフがさすがにきついんで、まあ、竹沼は捨てていってもいいかなと。まあ、相手も結局、クロックがね、ないと、ライフを削ることはできないため。さあ、ただ見えてるこのカッパ2枚と、除去がいやらしいですね。お、2枚目。なるほど。まあ、ただ、さすがに出すことはできない。まあ、殴っていきましょう。6連クロックあるんで、まあ、3パンですからね。さあ、残り12点。そのままターンを渡していく。まあ、コウモリ除去ってきそうな感じはありますが。お、ヒゲツグの方。なるほど。さあ、ワンチャン、多元打つ。まあ、3点だけど。まあ、出して、その、アドバンテージ取って、さらに3点飛ばしてますからね。十分、仕事はしてるんじゃないかなと。うん。まあ、相手のその、カッパ2枚見えてるんで、まあ、さすがにもう1枚、土地を引くまで待ちますか。まあ、カッパを、どこかで2枚、使わせていく必要はありますが、さあ、ラフィーンが出てくる。喉首。まあ、即打っていい気はしますね。さあ、ラフィーンを対処していきたいと。まあ、相手はこれをカウンターするには、まあ、さすがにか。さあ、なんだかんだで、もうライフはね、逆転しているということで。タップインか。うん。まあ、ただ長期戦になったらね、こっちの方が、やや有利な気はしますね。まあ、カッパがね、その、はい、不要牌になっていくので、さあ、ここで、ティシャーナを出してくる。まあ、クロックを出したいという形ですね。さて、ドレッド、3、4、5。
まあ相手の次のターンのアタックではまだ、死なないということで、まあ一旦秀継出してみますか。まあカッパを2枚使うかどうかですね。2枚使ってきた場合は、まあドレッドが通っていくので、はい。まずはカッパ1枚目。まあ引き抜きもありますし、多牛星の突破もありますからね。さあ、ここでカウンターを2枚吐いていく。こうなると、まあデッキトップからカウンターを引いてない限り、こちらがかなり、有利な状況ですね。さて、まあ一旦、引き抜き打ってみますか。まあ一応カウンターを引かれてた場合でも、コウモリがね、ブロッカーとして立ってるんで、さあ、カウンターは、手札光ってる。マジでそれは強いわ。まあ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 。安定でいけばね、ドレッドとか出すっていう手もあったんですけど、まあさすがにカウンター使わせてるんで。さあ、そしてここでラフィン。トップがなかなか強いが、まあただ多元宇宙ありますからね。さあ、2枚引いて、3点は入っていく。残り1点まで。さて、これは、どう動いていくか。赤術の連射。まあ、ラフィーン落として、クリーチャー2体並べる必要があるんで、多元宇宙の突破、いきそうですね。まず突破打っていきましょう。まあこれでとりあえず、クリーチャー2体は確定ですね。はい。これはコウモリプラス、ドレッドか、秀継か、ですが、まあ秀継でいい気はしますね。相手はもうトップからその、対処手段を引き続けるしかないという状況ですね。さあ、クローズもう一回抜きまして、トチトチ。まあ一応スペルを上に置いていきましょう。で、連射をラフィーに打っていくと。うん。さあ、相手はなかなか厳しい状況ではないかなと。さあ、ドローを進めていきますが、まあ一応ドレッドで、まあ4点ゲインもできるということで、まあとりあえずドレッドを出していきますかね。まあスタックで、はい、黒幕起動。お。引き抜き引く。勝ってそう。秀継はないのか。ただ、ラフィーン説教者もらってさすがに勝ってそうか。いや、微妙だな。ブロッカー2体いるでしょ。ブロッカー2体いて、3点は通るけど、相手がトップからティシャーナとか引いてたら、ワンチャン、負けうる。まあ、こっちの方が、はい。まあ、切り崩し引いたんで、これは勝ち確ですね。さあ、まあ結構いい試合でしたね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。